衝撃的だった FPS 差はなぜ発生したのか。前回の検証では SteamOS は 20fps 台、バザイトは 75fps 前後で安定という結果になりました。同一ハード、同一条件にもかかわらず約3倍の性能差が出ています。構成を確認するとグラフィックドライバであるメサのバージョンに差がありました。プロトン環境ではダイレクト X からバルカンへの変換処理が入ります。その後、最終的にメサドライバで描画処理が行われるため、この部分の実装差がそのままフレームレートに影響します。今回の環境では、SteamOS はメサ 24.3、4、バザイトはメサ 26.0、2と大きな差がありました。SteamOS の安定版では、ソフトウェアアップデートを行っても、メサのバージョンは更新されません。つまり、この状態では、性能差は解消されない可能性があります。一方で、バージョン 3.8、1は、これまでプレビュー版として公開されていましたが、現在はベータ版として提供されています。安定版よりリスクはありますが、ドライバが更新されているため、今回はこのベータ版で再検証を行います。SteamOS をベータ版に切り替え、アップデートを適用します。更新後の構成は OS 3.8、1、メサ 25.3、0となりました。安定版と比較してメサが1世代新しくなっています。検証はゴグマジオスのクエストで行います。開始直後から変化が確認できます。安定版で発生していた白飛びはこの時点で解消されています。フレームレートも大きく変化しています。ステージ1では 85fps を超える場面を確認。ステージ2では 75fps 前後。最終ステージでも 75fps 付近で推移しています。安定版の 20fps 台から見ると大幅な改善です。こちらが 3.7、20と 3.8、1の比較グラフです。全体的にフレームレートが底上げされており、落ち込みも小さくなっています。続いてバザイトとも比較します。フレームレートの推移はほぼ同等で、実測上は大きな差は見られませんでした。少なくとも今回の条件では、SteamOS はバザイトと同じ水準まで到達しています。アップスケーリングモードによる挙動も確認します。バランス設定で十分なフレームレートが確保できているため、さらに画質を上げた条件で検証します。ネイティブ設定とクオリティ設定を各ステージで切り替えながら進行しました。ネイティブ設定では、フレームレートは50から 60fps 付近で推移します。大きな崩れはありませんが、60fps を下回る場面が継続的に発生します。一方、クオリティ設定では、全体を通して 60fps を上回る状態を維持できています。この結果から今回の環境では 60fps を維持できるかどうかの境界はネイティブとクオリティの間にあると考えられます。一方でインストール環境の制限は変わっていません。SteamOS の配布イメージは依然として 3.7K のままで NVIDIA 環境や SATA SSD への導入は引き続き制限があります。現時点では SteamOS は性能面でバザイトと同等水準まで改善していますが、導入条件の制約を考えると中古 PC をゲーム機として利用する場合、バザイトは引き続き有力な選択肢と言えます。なお、収録中に 3.8 にベータが公開されています。バージョン更新によって挙動がどう変わるのか、引き続き検証していきます。